どうでしたか？問題ありません。娯楽室、食堂、キッチンを見てきたけど問題ないわ。戻りました。宇宙船は予定ルートを進んでいて、部外者はおらず侵入の痕跡もないぞよ。どうやらここは完全な密室のようです。何かをするなら最初からここにいる必要があります。もう僕年人、要点を話すべきぞよ。要点を。ズバリ犯人はこの中にいます。おう、では探偵ごっこスタートぞよ。許せぬ。絶対犯人を捕まえるぞよ。ホムのぬいぐるみと倉庫のお宝を盗んだ上、我の頭を殴るなど。痛い。フキさん、我慢してください。バカがますますバカになったわね。なんだと？こやつ！みんなでキアナに会いに行く途中でまさかこんな複雑な事件が起きるとは。ベーだ。監視システムをずっと見ているが何か手がかりは？残念ながらこのシステムは不完全のようです。どれどれ。天井ばかりではないか。まだ運用前の観光型の艦船ですから。メイやブローニャとハイペリオンに乗るべきだったぞよ。なぜこれに？可愛いからよ。来年正式に運用されたらきっと子供たちに好かれると思うわ。何？私はゼーレに付き合ってあげてるだけ。ゼーレがずっと小声でこれにしてって。豪華艦船に乗ってみたいって言ってたじゃない。重力システムや娯楽施設があるからきっと違うって。覚えててくれたんだ。そんなことをしてる場合じゃないぞよ。窃盗事件は未解決。警戒を緩めてはダメぞよ。これから一人ずつ尋問せねば。まずはそっちから。リタ・ロスバイセ、天命最強正体不朽なる刃副隊長。優雅で完璧なメイドに見えて実は暗殺専門の S 級バルキリー。本件の容疑者の一人ぞよ。
フッキさん、憶測はダメですよ。僕年人この女に騙されてはいかんぞよ。こやつはリタ、船で一番謎に包まれた人物ぞよ。しかしこんな風に頭に怪我をしたとしても、聡明な我はどのような手がかりも見逃さぬぞよ。リタさん、午後の行動を教えてもらえますか？そうですね、そろそろ時間だと思います。午後は深様のお話を参考にデザートを作っていました。お口に合うといいんですが。この味、記憶のものと似ています。おいしいのよ、さすがにじゃ。ありがとうございます。ですが、これだけだとそんなに時間がかからないのでは？これだけではありません。皆さんの好きなお菓子をそれぞれ用意しておりました。もちろんフッキさんの分もジューシーな一口サイズの小籠包、夜食にぴったりですし、シーツを汚す心配もありません。昨晩寝るときに食べ物の匂いがしたのはやはりフッキさん。リタは無実だよ。待って。さあ、他の人たちに話を聞くぞよ。ビアンカ・ドゥランダル・アタジナ、バルキリー正体不朽なる刃の隊長。真面目で正直に見えるが、そういう人こそ一番怪しいぞよ。午後はずっと展望室で天体観測していました。これが証拠です。その時に撮った写真ですね。ええ、流星群を抜けた時に無重力になりましたが、すぐ元に戻りました。無重力？重力システムの故障もヒントになりますね。これで無実を証明できますよね。もしや隠し事をしていないか？見抜いたぞよ。さあ話すぞよ。はい、実は午後キアナへの写真が足りません。店名に忘れてきたようです。聞いてみましょう。よう、パパに会いたくなったのか？待って、仕事は？ああ、やることがないから気分転換に来たんだ。そうだ、テレサには内緒だぞ。約束してくれ。あ、お前とキアナにこれを買ったんだ。なあ、ほら、ホム、どっちがいい？すみませんお父さん、裏切りました。ソチは嘘が苦手なのか。ジークフリートさんのことはいいとして、他に何か心当たりはありませんか？そういえば夕べ部屋に戻るとき、キッチンから変な音が聞こえて、冷凍庫を開けたらフッキさんが中でアイスを盗み。はいはい、もう良いぞよ。それは本件と無関係ぞよ。次の人。ゼーレ・フェネライ。優しいが悪人に利用されやすく、騙
まされても気づかぬタイプ。ケーキを一つあげたら全部喋るから、とにかく危険ぞよ。私にですか？ありがとう。甘いものは安心できますね。リラックスしてください。すみません。実は昨夜みんなでホラー映画を見てからそわそわしてて、午後は部屋で読書してました。ゼーレはゲームをしてて、それで出かけるの？お腹が空いたからキッチンに行くわ。何か欲しいの？じゃあ一緒に行こう。ホラー映画のせいで一人でいるのが怖いの？別に。はいはい、すぐに戻るから待ってて。でもずっと戻ってこないから心配になって探したら、キッチン、娯楽室、食堂、どこにもいませんでした。倉庫に着く直前、重力システムの故障。制御室に行かなきゃ。怖くなって食堂に戻ったら、フッキさんに急いで集合って言われたんです。制御室で我のぬいぐるみを見なかったか？いいえ。残念ぞよ。真相まであと一歩なのに。すみません。誰かが倉庫に行ったのは確かです。ゼーレさんが見た人影は解決の鍵になります。ゼーレは見つかったのか？いいえ、お腹が空いたって言ってたから食堂で待ってたんですけど。はあ？説明って何？そこまでお腹が空いてなかったから食堂には行かずに適当に見て回ってただけよ。同じ名前でもこっちのゼーレは厄介ぞよ。アイディアが多く性格が悪い上にいたずら好きだが弱点がある。それは気づいていますよね。事件が発生してからゼーレさんは不安がってます。早く解決したいと思いませんか？はいはい、正直に言えばいいんでしょ。シアタールームに行ったのよ。映画を探そうと思って。多すぎるでしょ。それだけか？そうよ。シアタールームの他に行ったところは？関係ないでしょ。怪しいぞよ。私を疑ってるの？私よりテレサに聞いてみたら？怪しいのは彼女よ。お昼の時仕事が終わらないから執務室で残業するって言ってたのに廊下でコソコソしてたの。彼女に聞いたらどう？執務室に戻ろうとしてたの？誰も信じないぞよ。テレサ・アポカリプス、天命の現主教、人畜無害のちびっこに見えるが、いつ危険な大魔王に変身するかわからぬぞよ。違うわ。
証拠はありますか？復帰も証言できるわよ。ほら見て、ここを通らないと執務室に行けないでしょ。復帰も私を見たわよね。そうそれは無重力の前ですか？それとも後ですか？少しは考える。じゃあ前ぞよ。そうこなくっちゃ。晩ご飯にしましょうか。お腹が空いたぞよ。ちょっとまだ5分も経たないのに。ではお菓子を作ってきますね。進捗はどうですか？力になれることがあったら私。大丈夫。サボりは良くないから。お水持ってきますね。ぬいぐるみ知らないわよ。宇宙人の仕業かもしれぬぞよ。昨晩みんなで見たホラー映画のようにな。侵入した宇宙人が我らを研究するために。あ、待て、ここ数日措置は少し変ぞよ。まさか正体は宇宙人では？それはただの映画です。少し休みましょう。お菓子と同じだよ。糖分は疲れを癒してくれますよ。時間と証言が一致しない。リタさんはいつも予定が詰まっているんですよね。はい、私も天命の一員ですから。故郷の復興、知識の普及、学校の準備、リスクの排除、生態環境の回復に野外調査。いつもごく普通に天命の一員としてすべきことをしています。ですがこのお菓子は30分で作れるはずです。午後はずっとお菓子作りをしてたと言いましたよね。何を隠しているんですか、リタさん。深様も隠し事があるのでは？まだ倉庫のお宝のことを口にしていませんよね。ああ、だからずっと怪しかったのか。そちはやはり宇宙人か。我は彼女を信じておるが、こんなセリフがあるぞよ。全ての不可能を除外して最後に残るのは必ず真実。恥ずかしいことにお宝ではありません。ここ数日少し考えていました。キアナに特別なプレゼントを贈ろうと思ったんです。過去とそう遠くない未来を意味するプレゼントを。文字では長すぎますし映像も間に合いません。艦船に乗って宇宙であの小さな青い星を見てやっと決めました。この2日間倉庫で贈り物を作っていたんです。午後は道具のために仮想倉庫に行ったんですが、まさか戻る時にこんなことになるとは。よかった。僕年人は危ないことをしていないぞよ。あ、待て、はぐらかすなリタ。僕年人と我以外の証言にはボロがあるぞよ。きっと皆さんにはそれぞれ事情があるのでしょう。崩壊は一段落しましたが、解決すべき問題はまだあります。より素晴らしい明日のため、天命の人々は全力を尽くしています。特にテレサ様が。私が執務室にドリンクをお持ちした時、誰もいませんでした。ですからテレサ様が休めるように
できることをしました。待ってください。リタさん、今誰もいないと？実は午後は図書室で新年のイベントを考えてたの。キアナが心配でね。一人で月にいて、いつも笑いながら大丈夫だって言ってるけど、きっと寂しいはずよ。年越しするたびにキアナはいつもゲームやお年玉写真を撮ろうとはしゃいでましたね。今年もお年玉を用意して、みんなで遊べるゲームも考えたから、きっと賑やかになるわ。ねえ、連射して映ってない人がゴーヤジュースなんて言わないわよね。ふふん、内緒よ。その時のお楽しみ。嫌な予感がするぞよ。僕年人、じっと見つめてどうしたぞよ。学園長の話が正しいなら、フッキさんが制御室にいたと証明できません。我は証明できます。執務室に行くとき、誰かが制御室の椅子に座っていました。お仕事中ですね。邪魔しないでおきましょう。ほら、我は真面目ぞよ。ですが、重力システムが故障した後は制御室にいませんでした。フッキー、またサボったの？フッキさんだけではありませんよ。天命本部にいるはずのジークフリート様もオフラインのままです。またなの？ジークフリートのやつ！落ち着きましょう。そうよ、冷静になって。待て、ソチが制御室に行った時、ホムのぬいぐるみを見かけたか？いいえ。なるほど、ソチぞよ。そこにいたのはソチだけ。我のぬいぐるみを隠したぞよ。捕まえたぞよ。身代わりを返せ。ジークフリートに電話して説教してやるわ。みんな落ち着いて。それにフッキさん、身代わりとは？完成は自動操縦ぞよ。何かが座っていれば良いではないか。あれを制御室に置けば、我は倉庫のふかふかのベッドで眠れるぞよ。倉庫のベッド？話して、前からあいつが気に食喧嘩しないで。ぬいぐるみは私が隠しました。え？でもどうして？うまく言えませんが、とにかく私がやったわ。何？廊下で浮いてるのが悪いのよ。ホラー映画のお化けそっくりだったわ。ほほう、そういうのが怖いのか。今夜も見るか？第2部から第6部まであるぞよ。リスクはあなたが隠してたのね。出しなさい。ディスクを出しなさい。全部壊してやるわ。実は私が持ってる。は？助かったぞよ。ゼーレはあの映画が嫌いだからしまっておいたの。続編を見られないように。それどこになるの？ベッドの下の箱だよ。安心して。旅が終わったら返すから。そんなものを部屋に置かないで。これで全てが説明できますね。昼食後、フッキさんは自分のぬいぐるみを制御室の椅子に置きました。その後、倉庫で布を広げ、弾力のあるベッドで横になり、昼寝をしました。なぜ布があると知っておるぞよ。午後、艦船が流星群を抜け、
短い揺れのせいでぬいぐるみがボタンに触れ、重力システムが故障した。その時フッキさんはまだ倉庫で寝ていて、ベッドは彼女を乗せて浮きました。重力システムが復元した時、フッキさんは空中から落ち、そしてベッドはここでしょ。そんな。すまぬ我が悪かった。自分が許せないぞよ。フッキさんは悪くありません。贈り物は何とかします。フカ、それはタコよね。信州では人々は竹ひごを骨に、紙を面にし、タコを作り絵を描きます。そして風が吹く晴れた日を選んで空高く飛ぶようにタコをあげるんです。風でタコが飛ぶように、希望があれば人は迷いません。今までの私たちのように素晴らしい未来を期待し、挫折しても前を向きます。窮地でも人々は希望を抱きしめ諦めません。あ、普通の布ではありませんね。反射用の薄膜よ。感染外部の飾りに使うはずだったけど、今はもう使えないかもしれないわね。軽くて薄い骨になるものがあれば、またタコが作れるかもしれません。倉庫に炭素繊維の材料がありますから使えるかと。手伝います。到着まであと6時間、問題ないでしょう。我も何でもするぞよ。派手にやりましょう。旅の終わはい。りに月渡れ道へ空っぽの手のひら、すべてを包んで幾度も思い出すあの姿、目に映るこぼれる日、ページをくる手を止める、つまずくのは怖くない、君がいるから数が足りない。キアナちゃん、違うよ。本当に？もちろん。バカキアナ、またですか？バカキアナ、まただよ。
復帰の書。実はこれタコだよね。昔の信州では2月になると人々はタコをあげるそうだよね。どうして。ちゃんと覚えてるよ。昔年越しの時、私はいつもいっぱい食べてソファーでゴロゴロしてたけど、委員長はそばにいて面白い話を聞かせてくれたよね。はあ、あの時は賑やかだったな。あ、月でもタコをあげられるかな。もちろん。基地にも空気があるぞよ。より高い宇宙で飛ばすならそっちは走るとよい。あとは任せよう。分かった。じゃあ行くね。本当に飛んだよ。タコが絡まりそう。安心するぞよ。さあみんな始めるぞよ。何をするの？3、2、1。タコでしょ。太陽の放射圧でここでも飛べるようにしたの。気に入ったかな？もちろん気に入ったよ。よかった。皆さんからのプレゼントですよ、キアナさん。ハッピーニューイヤー、キアナ。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。ゴーヤコイン入りの特製餃子を食べた人にはテレサ司教からのお年玉があるぞ。もうネタバレしないで。過去に戻ったような気がします。委員長、宇宙には他の文明があったりするのかな？それはこのタコを見たらきっとびっくりするよね。警告、不明飛行物体を発見。タコに見えるが、こんなに高く飛べるタコがあるとは。タコといえば感染がどんどん遠ざかってないか？確かに。